皆さんこんにちは、ミニマルです。人体をうまく描くのに避けては通れない人体解剖学。しかし学とつくとなんか難しそう、見なかったふりをしたい、避けて通りたい、別に知らなくてもいいんじゃないとなっちゃう皆さんこんにちは。そんなあなたに人体解剖学をパーツごとに分けて簡単解説、コンパクトに短い動画にまとめてプレゼント。頭のてっぺんから足の先まで人体すべてを解説していきます。こちらのシリーズ動画で解剖学に興味を持って詳しいことが知りたい人はぜひいろんな本でさらに勉強してみてください。皆さんが解剖学に興味を持つきっかけとなり、さらなる絵の上達につながることができれば幸いです。それでは始まります。今日は膝の描き方について学んでいこうと思います。膝を構成しているのは大腿骨と脛骨、膝蓋骨、いわゆる膝のお皿です。こういう風に膝を単純化して覚えていきます。骨を単純化して書いてあるものなんですけども、赤い部分が膝蓋骨。この膝から下の大きい骨が脛骨ですけども、この脛骨にはこの前の方に出っ張りがあって、そこにこの膝蓋骨から靭帯が伸びています。足をピンと伸ばした状態で自分の足を触ってもらうとわかるんですけども、膝のお皿の下に硬い腱がありますね。それがこの脛骨の真ん中の出っ張りにつながっている靭帯があります。これを見てもらう方がわかりやすいんですけども、大腿骨、脛骨で、細い方は腓骨ですね。で、膝蓋骨。これが前から見た骨で、これが横から見た骨、後ろから見た骨になっています。大腿骨っていうのはこのように横から見るとゴルフクラブのような形をしていて、この辺りをね中心にしてぐるっと膝を曲げることができます。ちょうどこの大腿骨がこのようにゴルフクラブのような形をしているので、例えばこの状態だと正座しているような形になるんだけど、正座しているぐらいに足を曲げてもこの大腿骨の形のおかげでお互いの骨が干渉しないようにできています。ここを中心にね回るからそれが可能になってます。膝蓋骨、膝のお皿はなんとなくホームベースのような形をしています。正面から足を見た時にこの普通の立ち姿では膝蓋骨っていうのは膝のお皿のことだから、この大腿骨と脛骨の中間にあるようなイメージありますけども、実際にはこういう風に立っている状態では膝蓋骨は大腿骨に近い位置にあります。これも骨だけちょっと抜き出して書いてあります。ここの赤い部分は膝蓋骨からさっき言った脛骨の出っ張りにつながっている靭帯です。太ももの筋肉はここにある赤い部分、大腿四頭筋という筋肉、四頭筋って書いてあるので本当は4つ筋肉の束があるんだけど、残り1つは深部に深いところにあるので見えません。で、膝に近いこの内側の内側広筋と呼ばれる筋肉が結構ボリュームがあって盛り上がっています。この太ももの筋肉もすべてこの膝蓋骨に腱でつながっています。この緑の筋肉は方向筋と大腿筋膜腸筋で、これは脛骨につながっています。いろんなポーズで、膝を描いてあります。曲げていたり、前から見ていたり、横から見ていたり、前から見た足を描いてみます。股の付け根から足の先までのだいたい半分ぐらいの位置に膝があるので、足はこういう円柱みたいな形で単純化して書いてあります。で、膝の部分だけ今抜けています。まず脛骨の土台を書いて、でこの辺りに脛骨の真ん中の出っ張っている部分があります。そこを基準にして膝蓋骨、膝のお皿の骨があって、この上に大腿骨が乗っかっているっていう感じです。多分こういう感じに大腿骨はつながっています。こっちも、同じように書くと、まずこの大腿骨を支えるこの脛骨の土台を四角く書いておいて、でここに出っ張っている部分がある。で、膝のお皿があって大腿骨がこの上に乗っかっている。ちょっと小さいのでここ拡大して書くと、
そうですね、ここに靭帯がつながっていて、で大腿骨はここを中心に回転します。膝から下の靭帯も結構輪郭に現れてきます。で輪郭を描くときに骨が出っ張っている部分っていうのに注目して描くとそれっぽくなるので、骨が出っ張っている部分っていうのはこの大腿骨の両端と脛骨の両端で、脛骨の真ん中の出っ張っている部分と膝のお皿、膝蓋骨ですね。この辺りが骨がかなり出っ張っている部分です。ここと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 ここで膝のお皿、この辺りを意識してできました。作風によっては膝の部分を描き込みすぎると可愛くなくなるので、線画は外側の輪郭だけにして、あとは色塗りの時に意識するくらいでいいと思います。椅子に座っていたり正座とかしていて、足が曲がっていると膝がどうなっているのか難しそうに見えるけど、これも骨を基準にして見ていきます。まずこの辺りに脛骨の土台を描きます。で、ここから前に脛骨がとんがっている部分があって、ここがすねです。右足もこのように土台を直方体みたいな形で描いておいて、で、この辺りに飛び出している部分があって、すねの骨があります。こっちは、左足、外側の足なので、ここに腓骨が、細い骨があるので簡単に描いておきます。で、この脛骨の上に大腿骨が乗っかっている感じに描きます。この部分を中心に大腿骨は曲がるので、ここに円柱があると考えます。足が90度曲がっているので、こっちに、でここから腰までつながっている。右足の方も大体90度ぐらいに曲がっているので、こういう形になってこうにつながっている。膝を90度に曲げていたり正座をしていたりするときに、膝蓋骨っていうものがどこに行っちゃうんだろうって思いますけども、膝蓋骨を描くときには膝下の靭帯を基準にします。ここに靭帯があるって、さっきここにね靭帯があるっていうのはさっき説明しましたけども、この靭帯の長さっていうのは変わらないので、伸びたり縮んだりしないので、これを基準にするとここに膝蓋骨があるんだなっていうのがわかります。この膝蓋骨が大腿骨につられてこの辺に移動しちゃうっていうことはないということです。膝を描くときにはやはり出っ張っている部分を注意して描いていきます。この辺とか、この大腿骨のこの出っ張っている部分とか、この膝蓋骨の出っ張っている部分、脛骨もここが出っ張っていて、この前の方も出っ張っている。この出っ張りを気にしつつ描いていきます。この辺にこういう風に膝蓋骨と腱の線を描いてもいいし、作風によってはあまり膝を描き込まない方がいいと思います。こんな感じです。これは前から見ていて膝を折り曲げているので、さらに膝がどうなっているのか分かりにくいですけども、骨を描いてみます。ここに脛骨の大腿骨を乗せる土台があるとして、この辺りに脛骨の真ん中の出っ張っている部分があると思います。で、この上に大腿骨が乗っかっていますけども、膝の下の靭帯の長さがさっき変わらないって言いました。それを基準にして、この辺りに膝の骨、膝蓋骨があると思います。で、ここに大腿骨が乗っかっている。横から見ると脛骨の土台があって、ここに出っ張っている部分があって、こうすねの骨がある。靭帯があって、靭帯の長さはこれ以上伸びないので、この辺りに膝の骨がある。この脛骨の上に大腿骨のこの回転部分があって、180度近く曲がっているので、
ういう風に大腿骨がある。これは腓骨です。細い骨。これが横から見た図なので、こちらの前から見た形も描いていくと、この辺りに大腿骨のこの回転部分があって、でちょっと上にこの部分ですね、飛び出している。横から見るとこのようにゴルフのパターのような形になっているので、なのでこれをこの硬そうな出っ張っている部分とかを気にしながら描くと、ちょっとこの辺ふくらはぎの肉とかがはみ出しちゃっているので、また別の難しさがありますけど、今はちょっと膝だけ見てもらって、こんな感じですね。骨が出っ張っている部分とか靭帯とかを、基準にして輪郭を描いていくようにすると膝が描けます。まとめると、膝の輪郭は骨の出っ張りへできていて、それは大腿骨の両端の部分と脛骨の両端の部分と脛骨の前の出っ張り、そして膝の骨。膝の骨はこの前の出っ張りと靭帯でつながっていて、この長さが変わらないので、この脛骨の出っ張りから伸びている靭帯を基準にして足を曲げていても伸ばしていても同じ位置にあるということです。出っ張りが両端にあって脛骨の真ん中の出っ張り、ここから靭帯が伸びていて膝蓋骨の位置が決まる。膝を描く場合にはこれらの出っ張りを基準にして描けば良いということです。以上です。今回の動画がお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょこっと人体解剖学はパーツごとにシリーズ化していきますので、その他の部位もよかったら見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。